レッスン1、今日はどのように一日を始めましたか？こんにちは、アンナ。今日はどのように一日を始めましたか？今日の休みの日はコーヒーを飲みながら始めた。これは朝のキックスタートとして人気のある方法です。はい、それは私がより目を覚まし、集中できるようにするのに役立朝のちます。習慣や習慣はありますか？私は通常、ストレッチと深呼吸に数分かかります。これは、一日が始まる前に集中するのに最適な方法です。これにより、より地に足がつき、次の日に備える準備ができていると今日の具感じるこ体的なとができ計画やます。目標はありますか？やるべき仕事がいくつかあるし、午後に会議がある。これから忙しい一日になりそうです。休憩も忘れずに。はい、休憩とリラクゼーションのために必ず短い休憩をとります。これは生産性と健康を維持するために重要です。同感です。バランスが重要です。アンナ、あなたが成功して生産的な一日を過ごせることを願っています。ありがとう、ジョン。感謝するよ。今日も良い一日を。どういたしまして、アンナ。気をつけて、素敵な一日を。レッスンに、今日の気分はどうですか？こんにちは、アンナ。今日の気分はどうですか？水分補給されて、すっきりした感じです。それは嬉しいですね。水は十分飲んだの？はい、一日を通してたくさんの水を飲むようにしました。水分補給は、私たちの全体的な健康にとって重要です。私も同感です。それは私がより活気と集中力を感じる水分のに役補給の立ちます。コツは？私はいつも水のボトルを持ち歩き、頻繁に一口飲みます。それは良い習慣です。水を十分に飲むことを忘れがちだ。ある程度の練習が必要ですが、時間が経つにつれて自然に身につきます。水分補給のメリットに気づきましたか？間違いなく。それは私の肌、消化、そして全体的な健康を改善します。それは素晴らしいです。アンナ、これからもいい仕事を続けて。ありがとう、ジョン。そうします。良い一日を。あなたもよ、アンナ。水分補給をして、気をつけて。教訓さん、毎日のルーチンに運動を取り入れていますか？アンナさん、こんにちは。毎日のルーチンに運動を取り入れていますか？はい、30分ほど何らかの運動をします。それは素晴らしい。普段、どんな運動をしているんですか？私は有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせたエクササイズを楽しんでいます。毎日の運動時間をどうやって見つけますか？私はそれを優先し、一日の中でスケジュールを立てています。それは賢いアプローチです。一貫性が鍵です。アクティブな状態を保ち、フィットネスを維持するのに役立ちます。好きなエクササイズやワークアウトはありますか？ジョギング、ヨガ、体重運動が好きです。これらは健康を維持し、柔軟性を保つための素晴らしい選択肢です。彼らは私によく働き、モチベーションを保ってくれます。運動した後の気分はどうですか？元気が出てリフレッシュできて、一日を過ごす準備ができていると感じます。運動がこんなに良い効果をもたらすのは驚くべきことです。絶対に。心身の健康にとって重要です。
アンナ、良い仕事を続けてください。あなたの献身は刺激的です。ありがとう、ジョン。ご支援に感謝します。どういたしまして、アンナ。今日は素晴らしいワークアウトを。ありがとう、ジョン。あなたも。アクティブで気をつけて。レッスン4、今日はメイクをしましたか？こんにちは、アンナ、今日はメイクしましたか？はい、今朝は化粧をしました。それは素晴らしいです。普段はどんなメイクをしているの？私は通常、ファンデーション、マスカラ、口紅をつけます。メイクをするのに通常どれくらい時間がかかりますか？メイクをするのに約10から15分かかります。お気に入りのメイクアップブランドや製品はありますか？ドラッグストアとハイエンドブランドを組み合わせて使うのが好きです。オプションがあって、自分に合ったものを見つけるのはいいことです。はい、それはすべて個人的な好みの問題であり、自信を感じさせるものです。メイクのコツやコツはありますか？私はいつもメイクをする前に必ず肌に潤いを与えます。それは良いヒントです。滑らかに塗るにはスキンケアが重要です。絶対に。メイクがより自然になり、長持ちします。アンナ、あなたはいつも素晴らしく見えます。君のメイクはよく似合っている。ありがとう、ジョン。優しい言葉に感謝します。どういたしまして、アンナ。メイクをして素敵な一日を。ありがとう、ジョン。あなたも。気をつけて、良い一日を。あなたもよ、アンナ。美しく自信を持ち続けて。レッスン後、今日の朝食は何を食べましたか？こんにちは、アンナ。今日の朝食は何を食べましたか？フルーツ入りのオートミールの軽い朝食を食べました。それは健康的で栄養価が高いようです。はい、それは私に一日を始めるためのエネルギーを与えて普段はくれます。軽い朝食を食べますか？はい、私は軽いもので一日を始めるのが好きです。朝食に卵を食べてみましたか？はい、時々トーストと一緒にスクランブルエッグを食べます。卵はタンパク質の良い供給源です。彼らは私に満腹感と満足感を与えてくれます。オートミールと卵はどちらも素晴らしい朝食オプションです。栄養素のバランスが取れています。オートミールに何かトッピングを加えますか？シナモンを振りかけ、蜂蜜を少し加えるのが好きです。美味しそう。いつかやってみないと。オートミールに少し風味と甘さが加わります。アンナ、朝食の選択肢を共有してくれてありがとう。どういたしまして、ジョン良い一日を。あなたもよ、アンナ。朝食を楽しんで、気をつけて。レッスン6、普段、昼食には何を用意しますか？こんにちは、アンナ。普段ランチには何を用意しますか？私は急いでランチにサラダかサンドイッチを用意します。それは便利で健康的な選択です。はい、外出先でもバランスの取れた食事をとることができます。どんなサラダを作ってるの？野菜と野菜を混ぜて、鶏肉や豆などのタンパク質を加えるのが好きです。
爽やかで満たされる感じがします。それは一日中私を満足させてくれます。サンドイッチはどう？私は通常、赤身の肉と野菜が入った全粒粉パンを食べます。シンプルで美味しい。好きなドレッシングやスプレッドはありますか？私はより健康的な代替品としてビネグレットやフムスを使うのが好きです。これは、カロリーをあまり多くせずにフレーバーを加えるのに良い方法です。まさに、バランスを見つけることがすべてです。お弁当を素早く簡単に詰めるコツはありますか？事前に材料を準備し、再利用可能な容器を使用すると非常に役立ちます。これは、時間を節約し、無駄を減らすための賢いアプローチです。忙しい日には便利です。さて、あなたのお弁当は美味しくて栄養価が高いようですね。ありがとう、ジョン。感謝するよ。どういたしまして、アンナ。ランチを楽しんで、良い一日を。ありがとう、ジョン。あなたも。気をつけて。教訓7コロン普段どのように通勤していますか？アンナさんこんにちは。普段どうやって通勤していますか？自転車で通勤します。所要時間は約20分です。それは健康的で環境に優しい旅行方法です。はい、便利で楽しいです。自転車で通勤中に何か問題に直面したことはありますか？交通渋滞の中をナビゲートしなければならないこともありますが、全体的にはスムーズな乗自り転車で通心地です。勤することのメリットに気づきましたか？アクティブな状態を保つのに役立ち、交通費を節約できます。それは素晴らしいです。これは双方にとって好都合な状況です。さらに、一日の始まりと終わりをリフレッシュできます。自転車で安全に仕事をするためのコツはありますか？ヘルメットの着用、交通規則の遵守、反射素材の装備は重要です。安全は常に優先されるべきです。もちろん、街で自転車に乗るときには欠かせません。まあ、通勤に自転車を選んだのは称賛に値します。ありがとう、ジョン。とても楽しんでいます。どういたしまして、アンナ。楽しい自転車に乗って仕事に行き、生産的な一日を過ごしてください。ありがとう、ジョン。あなたも。気をつけて。教訓8、仕事に就いたら最初にすることは何ですか？こんにちは、アンナ。仕事に就いたら最初にすることは何ですか？私はまずメールをチェックするのが好きです。これは、常に情報を整理し、情報を把握するための良い方法です。はい、その日のタスクに優先順位をつけるのに役立ちます。メールの受信トレイを効率的に管理するには、緊急のメールにはすぐに対応し、他のメールは後で使えるように分類するようにしています。メールを把握するためのヒントはありますか？メールを確認して返信する時間を指定しておくと便利です。これは、絶え間ない注意散漫を避けるための賢いアプローチです。他の重要な仕事にも集中できます。大量のメールを管理するための戦略はありますか？フィルターとフォルダを使ってメールを整理したり並べ替えたりしています。これは、物事を整理して簡単にアクセスできるようにするための良い方法です。はい、時間を節約し、重要なメールが失われるのを防ぎます。そうですね。メール管理のための優れたシステムが整っているようですね。
ありがとう、ジョン。生産性を保つのに役立ちます。どういたしまして、アンナ。仕事で生産的な一日を過ごしてください。ありがとう、ジョン。あなたも。気をつけて。レッスン9、メールをチェックした後、次にすべきことは何ですか？アンナさん、こんにちは。メールをチェックした後、次に何をしますか？予定表をチェックして、どんな会議があるか確認する。これは、1日の計画を立て、整理整頓を保つのに良い方法です。はい、様々なタスクに時間を割り当てるのに役立ちます。会議の優先順位はどのように決めていますか？私は通常、重要性と緊急性に基づいて会議に優先順位をつけます。会議の準備について何か戦略はありますか？関連する資料や注意事項は必ず事前に確認してください。これは、十分な準備をしておくべき積極的なアプローチです。会議に積極的に参加し、貢献するのに役立ちます。連続した会議を管理するためのヒントはありますか？会議の合間に短い休憩を取り、集中力を保つことが重要です。これは燃え尽き症候群を防ぎ、生産性を維持するための良い方法です。はい、そのおかげで私は仕事に没頭し、気を配ることができます。さて、あなたは会議を管理するための良いルーチンを持っているようですね。ありがとう、ジョン。整理整頓と効率の維持に役立ちます。どういたしまして、アンナ。ミーティングで成功した1日を過ごしてください。ありがとう、ジョン。あなたも。気をつけて。教訓10、通勤中の渋滞を避けるコツはありますか？アンナさん、こんにちは。通勤中に交通渋滞を避けるためのヒントはありますか？私は大抵早く到着し、少し早く出発します。それは賢い戦略です。どのように役立ちますか？交通渋滞に打ち勝ち、よりスムーズな運転ができます。仕事を辞める特定の時間帯はありますか？ラッシュアワーが始まる少し前に出発するようにしています。これは、ピーク時の交通渋滞を回避する良い方法です。はい、時間の節約になり、道路でのストレスも軽減されます。早く到着することは他の方法でも有益だと思いますか？はい、落ち着いてその日の準備をする時間が少し増えます。仕事が始まる前に少し落ち着いたひとときを過ごすのはいつでもいいことです。間違いなく、落ち着いて集中して一日を始めるのに役立ちます。渋滞に打ち勝つための君のアプローチは効果的だね。ありがとう、ジョン。私にとってはうまくいきます。どういたしまして、アンナ。スムーズな通勤と生産的な一日を。ありがとう、ジョン。あなたも。気をつけて。教訓11、仕事から帰る途中、普段何をしますか？アンナさん、こんにちは。仕事から帰る途中、普段何をしていますか？家に帰る途中、私はよく店に立ち寄って夕食の生鮮食品を買いに行きます。これは、食事に新鮮な食材を取り入れるのに最適な方法です。はい、ヘルシーで美味しい夕食を作ることができます。お店で買ってみたいお気に入りのアイテムはありますか？私は様々な野菜、果物、赤身のタンパク質を食べるのが好きです。それはバランスの取れた栄養価の高い食事のようですね。健康的な食生活を維持し、家で料理を楽しむのに役立ちます。お店で効率よく買い物をするためのコツは？
私は大抵事前に買い物リストを作ってそれにこだわっています。これは集中力を保ち、衝動買いを避けるための良い方法です。はい、時間とお金を節約するのに役立ちます。そうですね。食料品の買い物には良いルーティンができたようですね。ありがとう、ジョン。私にとってはうまくいきます。どういたしまして、アンナ。新鮮な食材を堪能して素敵なディナーを。ありがとう、ジョン。あなたも。気をつけて。レッスン12、寝る前にリラックスするには、普段何をしていますか？こんにちは、アンナ。寝る前にリラックスするには通常何をしますか？ 10時に寝る前にリラックスします。それはいい習慣だ。どうやってリラックスするの？私は本を読んだり、心を落ち着かせる音楽を聴いたりするのが好きです。それはリラックスして睡眠の準備をする方法のように思えます。はい、心をすっきりさせ、体をリラックスさせるのに役立ちます。他にリラックスできるアクティビティはありますか？時々温かいお風呂に入ったり、優しくストレッチをしたりします。これらはリラクゼーションを促進し、睡眠の準備をするのに最適な方法です。絶対に、彼らは私が安らかな状態に移行するのを助けてくれます。ぐっすり眠るためのヒントはありますか？快適な睡眠環境を作り、就寝前のルーチンを守ることが役立ちます。これは健康的な睡眠習慣を確立するための良いアプローチです。はい、睡眠の質と全体的な健康を促進します。さて、リラックスしてぐっすり眠るには良いルーチンがあるようですね。ありがとう、ジョン。私にとってはうまくいきます。どういたしまして、アンナ。安らかな夜と素敵な夢を。ありがとう、ジョン。あなたも。気をつけて。レッスン13、今夜、彼女をサプライズディナーに連れて行くことを考えていました。こんにちは、アンナ。今夜のサプライズディナーに彼女を連れて行くことを考えていました。それは素敵なアイデアのようですね。でも彼女がすでに計画を立てているのではないかと心配です。今夜空いてるかどうか、さりげなく彼女に聞いてみるといいかもしれません。彼女に計画があったとしても、サプライズを台無しにしたくない。驚きを明かさずに彼女に聞いてみてください。それは良い提案です。彼女にさりげなく聞く方法を見つけよう。サプライズを計画する前に、彼女のスケジュールを検討することが重要です。はい、私たち二人にとって特別な夜になるようにしたいです。彼女はきっとあなたがそれに注いだ努力に感謝するでしょう。そう願っています。私たち二人にとって思い出に残る夜にしたい。彼女と連絡を取り、今夜が彼女にとってうまくいくかどうか確かめてください。あなたの言う通りだ。彼女と話して、サプライズディナーに最適な時間を見つけよう。頑張って、ジョン。すべてがうまくいくといいんだが。ありがとう、アナ。アドバイスありがとうございます。どういたしまして、ジョン。サプライズディナーを一緒に楽しんでください。ありがとう、アンナ。気をつけて。レッスン14、ピザを注文して一緒に映画を見てみませんか？こんにちは、アンナ。ピザを注文して一緒に映画を見てみませんか？それは素晴らしいアイデアのようですね。どんなピザが好き？クラシックなペパロニピザを食べたい気分です。パーフェクト。
じゃあ大きなペパロニピザを注文するよ。ありがとう、ジョン。それは私のお気に入りです。映画の好みはありますか？コメディやアクション映画はいかがですか？いいですね。気分を明るくするために面白いコメディを選ぼう。オプションをブラウズして、適切なオプションを見つけます。時間をかけて、決まったら知らせてください。よし、ピザナイトにぴったりの映画を探してみるよ。楽しみです。楽しくなりそうだね。私も、リラックスして楽しい夜になるよ。ピザとあなたとのムービーナイトはいつも最高です。ありがとう、ジョン。あなたはそれを特別なものにします。光栄です。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。絶対に。早速映画を楽しんでみましょう。計画のように聞こえます。ピザと笑い、さあ来いよ。確かに。思い出に残る夜にしましょう。よし、準備をしよう。ピザとムービーナイト、さあ行こ待ちきれない。素晴らしい夜を過ごそうよ、ジョン。間違いない、アナ。夜を楽しんで、気をつけて。あなたもよ、ジョン。素晴らしい時間を。レッスン15、家事の一部を手伝ってください。アンナさんこんにちは。今日は家事を手伝ってほしいとおっしゃっていましたか？はい、ジョン。手を貸していただければ幸いです。もちろん、喜んでお手伝いします。何をすべきか。バスルームを掃除し、床を掃除する必要があります。よし、トイレの掃除は私がやるよ。ありがとう、ジョン。掃除は私がやります。一緒に仕事をして、効率的にやりましょ同意しました。チームワークにより、より簡単かつ迅速う。になります。最初にトイレから始めるべきですか？はい、まずトイレの掃除に取り組みましょう。必要なクリーニング用品は揃っていますか？はい、シンクの下にあります。必要なものを手に入れよう。よし、掃除用品を集めて始めよ掃除機を持って掃除を始めます。う。隅々や表面をきれいにするようにしましょ徹底したクリーニングには、細部へのこだわりが重要です。う。トイレをこすって、洗面台を拭いて、シャワーを掃除します。床を掃除機で掃除して、きれいであることを確認します。いいチームだよ、アンナ。これは達成できます。絶対に、ジョン。力を合わせれば何でもできる。作業が終わったら、リラックスして清潔な家を楽しむことができます。きちんとした環境でくつろぐのはいいでしょう。仕事に取り掛かって家を輝かせましょ準備完了、セットして、行け。やろうぜ、ジョン。う。よし、アンナ。家をキラキラさせよ頑張って、ジョン雑用を済ませよう。う。ありがとう、アンナ。あなたも頑張ってください。頑張ろう。やってみよう。レッスン16、一日中ビデオゲームをする計画を立てる。アンナさんこんにちは。
一日中ビデオゲームをしようと思っていました。それは楽しいアイデアのようですね。どのゲームをしたいですか？レースゲームやアドベンチャーゲームなど、いくつかのゲームを考えています。一緒にプレイしますか？それともソロでプレイしますか？一緒にプレイできたら最高だね。私はゲームをするつもりです。ゲームマラソンにしよう。素晴らしい。交代でいろいろなゲームに挑戦できます。ゲームセッションに軽食や飲み物はありますか？始める前に軽食と飲み物を買いに行きます。完璧です。水分補給が大切です。ゲーム機をセットアップして、プレイする準備をしましょう。コントローラーを持ってゲームエリアをセットアップします。レーシングゲームから始めるべきでしょうか。いいですね。レースをして、誰が一番良いドライバーか見てみよう。チャレンジが受理されました。私の誇りを食べる準備をしなさい。それについては見ていきます。厳しい競争をさせてあげよう。一緒にゲームデーを楽しみましょもちろん、楽しい時間を過ごすことがすべてです。う。一日ゲームに参加していただきありがとうございます。問題ないよ。ジョン君とゲームをするのはいつも楽しいよ。今日は忘れられないゲームの思い出を作りましょ準備はできています。レベルアップしてゲームを制覇しよう。よし、アンナ。ゲーム開始。ゲームスタート。ジョンやってみよう。頑張って、アンナ。ゲームを始めよう。ありがとう、ジョン。最高のゲーマーが勝ちますように。レッスン17、皿を洗うべきか、掃除機をかけるべきか？こんにちはアンナ。私は皿洗いをするべきですか？それとも掃除機をかけるべきですか？君が皿洗いをして、掃除機は私がやる？計画のように聞こえます。じゃあ料理から始めよう。ありがとう、ジョン。ご協力に感謝します。問題ない、アナ。貢献できて嬉しいです。皿はよく洗っておきましょう。間違いなく、きしむような清潔感のあるものにしたいのです。掃除機を持って始めよう。素晴らしい。床はすぐにきれいになります。家事に関しては、私たちは良いチームを作ります。確かに、私たちは一緒にうまく働いています。家を清潔できれいに保つことは重要です。そうですね。きれいな家の方が快適に感じます。仕事に取り掛かり、タスクを効率的に完了しましょう。やってみよう。あっという間にすべてがキラキラします。私たちはお互いに助け合えることを嬉しく思います。私も、アナ。私たちは一緒に何でも成し遂げることができます。作業が終わったら、リラックスして清潔な空間を楽しむことができます。それが一番いい部分です。清潔な家はとても爽快です。さあ、始めて、輝かせましょう。準備完了、セットしていけ。その雑用に取り掛かりましょう。頑張って、ジョン皿と床を片付けよう。ありがとう、アンナ。あなたも頑張ってください。頑張ろやってみよう。
レッスン18、ゴミを出してトイレを掃除すべきか？こんにちは、アンナ、ゴミを出してトイレを掃除すべきですか？はい、今日はそれらのタスクに取り組みましょう。ゴミ出しは私がやります。ありがとう、ジョン。トイレの掃除は私がやります。ゴミ袋はしっかりと結んでください。そうするよこぼれたり散らかったりしたくない。ゴミ箱を持って外に出ます。バッグを新しいものと交換するのを忘れないでね。私はしません。すべてが清潔で整頓されていることを確認するつもりです。トイレの掃除用品を集めよう。シンク、トイレ、シャワーを徹底的に掃除してください。隅々までこすって輝かせます。いいチームだよ、アンナ。これは効率よくできます。絶対に、ジョン。力を合わせれば、どんな仕事もこなせる。作業が終わったら、清潔で清潔な家になります。すべてを整理しておくと、とても気持ちがいいでしょう。早速仕事に取り掛かって、これらの雑用を終わらせよう。準備完了、セットして、行け。家をきれいにしよう。頑張って、アンナ。そのゴミを出して、トイレを掃除しよう。ありがとう、ジョン。あなたも頑張ってください。頑張ろう。行こう。レッスン19、棚に戻してください。アンナ、お皿を落としたね。それを棚に戻してください。ごめんなさい、ジョン。次回はもっと注意するよ。事故は起こるものです。もっと注意してください。物事は慎重に扱うようにするよ。不必要な破損を避けることが重要です。わかるよ、ジョン。もっと気を配るよ。ありがとう、アナ。これ以上事故を防ぎましょう。これからは特に注意するよ。それは素晴らしいことです。私たちは将来の事故を避けることができます。ジョン、ご理解のほどよろしくお願いします。私たちはみんな間違いを犯します。間違いから学ぶだけです。絶対に、教訓として捉えます。今後はもっと気をつけて前に進みましょう。同意した。これからはこれ以上事故はありません。私はあなたを信頼しています、アナ。君がもっとうまくやるってわかってるよ。私を信じてくれてありがとう、ジョン。どういたしまして。私たちの所持品は安全に保管しておきましょう。間違いない、ジョン。一緒にもっと用心深くなろう。レッスン20、あなたは素晴らしい主婦だと思います。アンナ、あなたは素晴らしい主婦だと思います。本当に、ありがとう、ジョン。あなたは家計をとてもうまく管理しています。私は物事を整理整頓するために最善を尽くします。あなたは掃除と整理が上手ですね。快適な環境を作ることは重要です。あなたは素晴らしい料理人でもあります。おいしい食事を用意するのが好きです。あなたはとても愛情を込めてみんなの面倒を見てくれます。みんなが気遣われていると感じられるようにしたいです。私たちの生活にあなたがいてくれてラッキーです。この家族の一員になれることに感謝しています。
あなたの献身と努力は見過ごされません。ありがとう、ジョン。あなたのサポートは大きな意味があります。あなたは本当に素晴らしい主婦です。優しい言葉に感謝するよ、ジョン。レッスン21、サラダを作ります。サラダを作るよ。素晴らしいガーリックブレッドを用意するよ。何か助けが必要なの？いいえ、とても簡単です。よし、何か必要なことがあれば教えてください。そうします。ありがとう、ジョン。どういたしまして、アンナ。ガーリックブレッドを作って楽しんでください。そうするよ、ジョン。サラダも美味しくなりますよ。そう願っています。私たちはキッチンで素晴らしいチームを作っています。間違いない。私たちはいつも一緒に料理を楽しんでいます。それは本当です。料理は私たちを近づけます。絆を深める素晴らしい方法です。同意した。それでは始めましょう。はい、一緒に美味しい食事を作りましょう。サラダを作るよ。素晴らしいガーリックブレッドを用意するよ。サラダに何か特別な材料は必要ですか？レタス、トマト、キュウリだけで十分です。よし、冷蔵庫から取ってくるよ。ありがとう、ジョン。ドレッシングはどう？パントリーにはイタリアンドレッシングがあります。パーフェクト、それは私のお気に入りです。気に入っていただけて嬉しいです。他に何かできることはある？野菜を洗ってみじん切りにしていただけますか？確かに。私がやるよ。ありがとう、ジョン。あなたは大助かりだ。嬉しいよ、アンナ。私たちは良いチームを作ります。間違いなく。一緒に料理する方が楽しいです。私も同感です。それに、食べ物の味も良くなりました。絶対に。手作りの食事が最高です。私たちの夕食がどれほど美味しいか、もう想像できます。私も。考えているだけでお腹が空いてきた。さて、これ以上お腹を待たせないようにしましょ同意した。料理を始めて、一緒に食事を楽しみましょう。レッスン22、食料品店に行こう。アンナ、食料品店に行きましょもちろん、必要なものはすべて手に入れる必要があります。う。買い物リストはありますか？まだですが、すぐに作成できます。よし、ペンと紙を用意するよ。果物、野菜、肉が必要です。乳製品も買うべきですか？はい、牛乳、チーズ、ヨーグルトがいいでしょう。特定のブランドやタイプはありますか？私たちが買う普通のものだけです。よし、リストには他に何かある？多分パンと卵も。さて、リストはほぼ完成しました。軽食や飲み物を忘れないでください。そう、チップ、ソーダ、水。完璧です。リストは完成しました。
財布を持って出かけよ行く準備ができました。必要なものは全部手に入れよう。そして、自分へのご褒美もいくつかあるかもしれません。もちろん、買い物旅行へのちょっとしたご褒美です。楽しく生産的なお出かけにしましょう。絶対に。食料品店に行こう。教訓23、適切な果物と野菜を選ぶのに苦労しました。アンナ、適切な果物と野菜を選ぶのに苦労しました。熟したものを見つけるのは大変でした。しっかりしていて硬すぎないものを探すべきだと思います。それは良い点です。柔らかい果物は熟しすぎているかもしれません。また、野菜は色が鮮やかで、傷がないものでなければなりません。間違いなく、新鮮で栄養価の高いものにしたいのです。少し時間がかかりましたが、うまく選べたと思います。私も同感です。私たちの努力は、これから作る美味しい食事に報われるだろう。高品質の食材を手に入れるには、余分な努力をする価値があります。絶対に。鮮度と味を優先することが大切です。自宅でもきちんと保管して取り扱っておきましょう。はい、鮮度を保つためには適切な状態に保つ必要があります。一緒にプロセスを経てよかったです。私も。困難な状況でも、私たちは素晴らしいチームを作っています。それは本当です。私たちの決意とチームワークは常に伝わってきます。私たちの労働の成果を楽しんで、素晴らしい料理を作りましょう。待ちきれません。あなたと一緒に料理するのはいつも冒険です。同じように、ジョン。料理の魔法を作ろう。さあ、始めて美味しいものを作りましょう。教訓24、必要なことを思い出すように努めればいい。アンナ、必要なことを思い出してみるといいよ。さて、すべてを思い出せるかどうか見てみましょう。果物、野菜、肉、乳製品、パン、ラン、スナック、飲み物。はい、すべて揃いました。レジに行きましょう。何も忘れないことを願います。カートの中の商品から目を離さないようにします。よし、スムーズに買い物を終えましょう。私たちはもう何事もなくなんとか買い物を終えることができた。それは安心です。さあ、家に帰ろう。食料品を下ろしてリラックスするのが待ちきれません。とても生産的な一日でした。間違いなく、私たちは多くのことを成し遂げました。素晴らしいショッピングパートナーになってくれてありがとう、アンナ。ジョンもありがとう。家に帰って、残りの一日を楽しもう。同意した。リラックスして、購入した商品を楽しむ時が来ました。手に入れた食材で美味しい食事を作ろう。計画のように聞こえます。食料品を最大限に活用しよう。絶対に。ホームスイートホーム、さあ来い。行こう。帰国だ。レッスン25、私は買い物が得意ではないかもしれない。アンナ、私は買い物が得意ではないかもしれません。大丈夫だよ、ジョン。私たちはみんな強みを持っている。そばにいてくれて感謝するよ。
ああ、ありがとう。喜んでお手伝いします。整理整頓ができて、物事が簡単になりました。そして、あなたは協力的で素晴らしい仲間です。一緒に、私たちは完璧なチームを作ります。そうなんです。私たちはお互いにうまく補完し合っています。あなたの忍耐と指導に感謝します。嬉しいよ、ジョン一緒にやってるんだ。これ以上良いショッピングパートナーは望めません。おっしゃってくださって本当にありがとうございました。これからも一緒に課題に取り組みましょ絶対に、ジョン。どんなことがあっても対処できる。う。あなたがそばにいてくれると、幸運で自信がつきます。私も同じように感じます、ジョン。私たちは素晴らしいチームを作っています。これからも互いに支え合い、励まし合っていきましょ間違いなく。力を合わせれば何でも成し遂げることができます。う。ありがとう、アナ。私の人生にあなたがいてくれて感謝しています。ジョンもありがとう。私も同じように感じます。レッスン26、沸騰したお湯に気をつけろ。アンナ、その沸騰したお湯に気をつけろ。ああ、いや、警告してくれてありがとう。キッチンでは常に安全が第一です。自分にこぼすところだった。熱い液体の取り扱いには注意してください。もっと慎重になるようにするよ。事故は起こるかもしれないが、防ぐべきだ。そうだね。安全を優先すべきだ。次回はオーブンミットやポットホルダーを使ってみましょいい考えだ。それは我々の手を保護するだろう。また、ストーブから安全な距離を保つことを忘れないでください。う。覚えておくよ。思い出させてくれてありがとう。後悔するよりは安全である方がいい。絶対に、私たちは常に警戒する必要があります。料理は楽しいが、油断は禁物だ。同意しました。安全性は決して損なわれてはなりません。気がついたら、調理を続けましょはい、気をつけて食事を済ませましょう。そして、チームワークが私たちを安全に保つことを忘れないでください。間違いなく、力を合わせれば事故を防ぐことができます。よし、料理を続けて安全を保ちましょう。絶対に、始めたことを終わらせましょう。レッスン27、なぜタオルが手元にあるの？アンナ、どうしてタオルが手元にあるの？こぼれたものや汚れを拭き取るために必要です。ああ、それは理にかなっています。賢い考えだね。キッチンを清潔で安全に保つのに役立ちます。もちろん、タオルは便利なツールです。こぼれた場合は速やかに対処することが重要です。そうすることで、事故や滑りを防ぐことができます。さらに、清潔な作業スペースを持つことはより衛生的です。同意しました。キッチンには清潔さが不可欠です。タオルは常に手の届くところに置いておきましょう。いい考えだ。習慣にするべきだ。これは小さな一歩で大きな違いを生むことができます。もちろん、タオルがあれば時間と労力を節約できます。また、調理環境が整然と保たれます。タオルが手元にあってよかったです。
私も、これはシンプルでありながら実用的なソリューションです。準備ができていると分かっているので、料理を続けましょ間違いなく、当社の信頼できるタオルでこぼれても問題ありません。う。さあ、きれいで美味しい食事へ。それが精神だよ。ジョン料理を始めよう。レッスン28、花を買ったよ。アンナ、花を買ったよ。ああ、なんて思慮深いんだろう、ジョン。一日を明るくしてくれると思いました。それはとても素敵です。ありがとう。あなたにはちょっと特別なものがふさわしい。あなたはいつも私を笑顔にする方法を知っています。気に入ってくれて嬉しいです。彼らは美しい。そのジェスチャーには感謝するよ。それは私のちょっとした感謝の印に過ぎません。まあ、それは私にとって大きな意味があります。あなたは世界のすべての幸せに値する。ありがとう、ジョン。君はすごい。どういたしまして、アンナ。あなたには最高のものがふさわしい。私の人生にあなたがいてくれてラッキーです。私もあなたがいてラッキーだよ、アンナ。この花は私の一日を明るくしてくれた。それが私が望んでいたことです。任務完了。ジョン、ありがとうございました。あなたは最高です。嬉しいよ、アンナ君のためなら何でも。レッスン29、一番近い地下鉄の駅がどこにあるか知っていますか？アンナ、最寄りの地下鉄駅がどこにあるか知っていますか？はい、最寄りの駅はわずか数ブロック先にあります。それは便利です。そこを歩くのにどれくらいかかりますか？徒歩で約10分かかるはずです。パーフェクト、地下鉄に乗れば時間を節約できます。間違いなく、この渋滞の中を運転するよりは早いです。駅は見つけやすいですか？はい、よくマークされていて、途中で標識があります。よし、それなら迷子にならないよ。心配はいりません。私はルートをよく知っています。そこに着く前にチケットを買うべきですか？駅で買えます。その方が便利だ。運賃はいくらですか1回の乗車につき 2.50 ドルです。それは合理的です。現金かカードがあるか確認しましょいい考えだ。サプライズはしたくない。う。地下鉄に乗るのを楽しみにしています。私も街中を移動するのに便利な方法です。案内してくれてありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョンさん、駅に行きましょう。さあ行こう。レッスン30、どうすればそこにたどり着けるか。アンナ、どうやったらそこに行ける？信号を右に曲がるとそこに行くことができます。ああ、なるほど。じゃあ道路をたどればいいの？はい、信号にたどり着くまで直進してください。そして、右に曲がりますよね。はい、信号を右に曲がると、左側にあります。大きな建物ですか？それとも見つけやすいですか？看板のある大きな建物なので、見つけやすいはずです。それは簡単に聞こえます。
道順をありがと問題ありません。道を見つけるお手伝いをさせていただきます。う。ナビゲートに来てくれて嬉しいです。私は以前そこに行ったことがあるので、道を知っています。それは心強いですね。あなたの指示に従いましょただ集中して、信号に気をつけてください。う。そうします。行く準備はできましたか？絶対に正しい方向に進みましょう。目的地へ。行くぞ、ジョン。